はい、今日は小松菜の塩漬け作っていきます。小松菜は年間通して手に入りやすく、しかも安いので、美味しいね塩漬け覚えてもらえればいつでも使えるんで、ぜひともね参考に作っていただきたいと思います。今日使う小松菜は 200g ですね。1束 100g ぐらいの換算になるかなと思います。そして塩漬けなので塩は、食塩ではなくて天然のねミネラル分含んだ、生成塩ではない、塩を用意してください。塩自体にね旨味を持ってる方が、美味しくなりますんで、それからねジプロックとか使っていきます。調味料に関しては、概要欄参考になさってください。それではね早速作っていきます。はい、まずね小松菜ですね、洗っていきたいと思います。ここの根っことこの葉っぱのこの境目の部分、ここにね泥汚れが、結構ね、こうやって溜まってます。でここを効率よく洗うために、ここね手でここ持ってもらって、下の部分切り落として、いきます。これでね、全部切り落とされるかなと思います。これも持ったままお水でですねこの根元の部分しっかりね、洗ってください。今ね、動画撮るために、水道水ジャバジャバではなくボウルでやってますが、もう水道水ジャバジャバとね洗い流しながら水道流しながら、洗ってもらえばいいかなと思います。ここの部分しっかりと洗ったらですね、上の葉っぱの部分もしっかりと水洗いしてやってください。はい、洗い終わったらこのね硬い茎の部分と葉っぱの部分、半分にね、分けていきます。中のこのねちっちゃい小松菜はね葉っぱの仲間に入れてやりましょう。こういうやつね。で下のこの硬い茎の部分だけ、切ってねおきます。はい、茎と葉っぱ部分に分けました。でこの茎の部分の方に塩をしていきます。で葉っぱの部分は、つけてる間ジップロックの中でつけてる間に汁でね勝手に使っていきますんで、最初にこの茎の方だけ塩をしていきます。塩はですねこれ小さじです。200g の小松菜に対して、塩小さじ1杯これをね、しっかりとまぶして、いきます。はい、この後ね調味液作っていきます。作っていくまでの時間ねこのまま塩漬けの塩まぶした状態で、置いておきます。はい、調味液は1回沸騰させたいので、ちっちゃい鍋とかねフライパンに、入れていきます。火はまだねついてない状態です。砂糖を小さじ1杯入れました。それからみりんですね。みりんを小さじ1杯です。今日の小松菜の塩漬けは全部ね、小さじで、やっていきます。それからねお酢です。漬物なんでねやっぱねお酢のちょっとした風味がね入ると美味しいです。それから、酒ですね。料理酒で大丈夫です。はい、この4点の調味料を入れたら火をつけて、混ぜていきます。沸騰したら火をね止めてください。この調味液っていうのは旨味になります。小松菜と塩だけだと旨味がね足らないので、このね甘みだとか、お酢のね、原料である米の旨味とかねそういったもの、酒もね米の旨味入ってますんで、そのね旨味を足すためにちょっとね調味液作って入れてやります。はい、泡立ってきました。お酢の酸味、それからね、お酒のアルコールがね飛べば OK です。はい、今ね酸のね香り、お酢の香りがこうふーんと漂ってきましたので、これでね火を止めて、調味液完成になります。はい、塩をまぶした、小松菜の茎の方ですね、今沸騰させたこの調味液ね上からかけちゃいます。多少熱くても全然ね構わないです。これで煮えるってことはねまずないと思いますんで、ここに
葉っぱをね、入れてやって、軽く茎と葉っぱが、混在するようにざっくりと混ぜてやったらね、ジップロックに入れていきましょう。はい、しっかりとね、ジップロック入れた後に空気を抜いてやってください。密閉することで酸化するのを防いで、しかもね、浸透圧が働きやすくなりますんで、浸かりやすくなります。なのでね、もうギュッと空気を抜いて、蓋をしていきましょう。よし、OK。はい、この状態で冷蔵庫でね、丸1日、つけておきます。もう塩と調味液だけです。これね、めちゃめちゃうまいですよ、これ。つき上がり楽しみに1日待ちましょう。はい、1日経った状態です。だいぶね、水がこうやって、出てきております。葉っぱの部分もね、濃い緑色に変色して、しっかりとね、使ってるかなと思います。開封して、ちょっとね、いただいていきましょう。この葉っぱの部分がいいな。ここも美味しいな、絶対。よいしょ。で、この汁ね、漬物、市販のやつ買った時は多分ね、ここギュッとね絞ると思うんですが、このね、漬け上がりにこう出てきたこの汁もね、これ旨味入ってますんで、なるべくね、これ水切らないでそのまま食べてもらうのがいいかなって思います。もう大きく切っていきましょう。よいしょ、こんな感じで。よし、完成。小松菜のね塩漬け、完成しましたんで、早速いただいていきたいと思います。はい、では漬け上がりいただいていきます。葉っぱの部分が好きなんだよな。はい、いただきます。おお、うまい。小松菜独特のこの苦味というかね、これがね生きてます。高菜とかねとかとはまずね全然違う魅力があるな。うまい。茎シャキシャキでうまいっす。やっぱねしっかりとこの塩の味すごいするんでね、このつき方まず間違いない。後追いでね、うまみの調味液、あれをね入れるのが結構ねポイントかなと思います。ただ塩で、揉んでね、つけておくだけではなく、しっかりとねうまみ入れることによってこう全体的にね美味しさが倍増してますんで、うまっ。はい、今日はね小松菜の塩漬け、紹介しました。一年中通してね、比較的手に入りやすく、そしてね、何よりも安いっていうのがね一番、魅力かなって思います。茎の硬い部分、手ですみませんね、とかが筋がね気になる場合は最後ね切るとき斜めに切ったりして、ちょっとね、応用してもらえばいいかなと思います。うまい。はい、ではね今日もね最後まで動画見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。